こんばんは。宇宙の眠りです。よろしければハイプで応援よろしくお願いします。今夜もごゆっくりリラックスしてお聞きください。夜空を見上げると無数の星が瞬いています。私たちが見ているこれらの星々は実はそれぞれが太陽のような構成であり、驚くほど多様な大きさを持っています。その中でも宇宙には想像を絶するほど巨大な星が存在します。今日はそんな宇宙最大級の星々についてじっくりとお話ししていきましょう。私たちの太陽という基準、まず基準となる私たちの太陽について知っておく必要があります。太陽は地球から約1億5000万 km 離れたところで輝いている私たちにとって最も身近な恒星です。太陽の直径は約39万 km で、地球の直径の約109倍もあります。地球を太陽の中に並べようとすると、直径方向だけで109個も並べることができるのです。さらに驚くべきことに、太陽の体積は地球の約130万倍もあります。つまり、太陽の中には地球が130万個も入ってしまう計算になります。太陽の質量は地球の約33万倍で、太陽系全体の質量の 99.86% を占めています。太陽系にある惑星、小惑星、水星、その他すべての天体を合わせても、太陽系全体の質量のわずか 0.14% に過ぎないのです。このように、太陽は私たちにとって圧倒的に大きな存在ですが、宇宙全体で見ると、実は平均的な大きさの星に過ぎません。むしろ、やや小さめの部類に入ると言えるでしょう。星の大きさを決めるもの。星の大きさは、その星が誕生した時の質量と、現在どのような進化の段階にあるかによって決まります。星は宇宙空間に漂うガスや塵の雲が重力によって集まり、中心部の温度と圧力が十分に高くなって、核融合反応が始まることで誕生します。この誕生時の質量が、その星の一生を大きく左右するのです。質量が大きな星ほど、内部の温度と圧力が高くなり、核融合反応が激しく進みます。そのため、明るく輝き、寿命は短くなります。逆に質量が小さな星は、ゆっくりと核融合を進めるため、暗く輝き、長生きをします。私たちの太陽は、誕生してから約46億年が経過していますが、あと約50億年は、現在のような状態を保つと考えられています。しかし、星はその一生の終わりに近づくと、大きく姿を変えます。太陽のような星も核融合の燃料である水素を使い果たすと、次第に膨張を始めます。この段階を赤色巨星と呼びます。太陽も将来、赤色巨星になると現在の約250倍もの大きさにまで膨らむと予測されています。そうなると、太陽の表面は現在の地球の軌道付近にまで達し、地球は太陽に飲み込まれてしまう可能性があります。さらに質量の大きな星の場合、赤色巨星よりもさらに巨大な超巨星や極超巨星と呼ばれる段階に進化します。これらの星こそが宇宙最大級の大きさを誇る星たちなのです。超巨星は太陽の数十倍から数百倍もの大きさを持つ星です。これらの星はもともと太陽の8倍以上の質量を持って生まれた星が進化の過程で膨張したものです。超巨星の表面温度は比較的低く、赤やオレンジ色に輝いて見えることが多いため、赤色超巨星と呼ばれることもあります。超巨星の内部では、もはや水素の核融合だけでなく、ヘリウムやそれよりも重い元素の核融合が進んでいます。星の中心部では、水素がヘリウムに、ヘリウムが炭素や酸素に、さらには鉄に至るまで、次々と重い元素が作られていきます。このプロセスは、まるで宇宙の錬金術のようです。私たちの体を構成する炭素や酸素、カルシウムなどの元素も、
遥か昔に超巨星の内部で作られたものなのです。超巨星の寿命は宇宙の時間スケールで見ると非常に短いものです。太陽が約100億年の寿命を持つのに対し、超巨星は数百万年から数千万年程度しか生きられません。激しく燃え尽きる花火のように短く明るく輝いて、その一生を終えるのです。ベテルギウス、最も有名な超巨星。おそらく最も有名な超巨星の一つがオリオン座の一等星、ベテルギウスです。冬の夜空に赤く輝くこの星は地球から約640光年の距離にあります。1光年は光が1年かけて進む距離ですから、約9兆5000億 km になります。ベテルギウスまでの距離はその640倍ですから、想像もつかない遠さです。ベテルギウスの直径は太陽の約700倍から800倍もあると考えられています。もしベテルギウスを太陽系の中心に置いたとすると、その表面は木星の軌道を越えてほぼ小惑星帯のあたりにまで達します。水星、金星、地球、火星といった内側の惑星はすべてベテルギウスの内部に飲み込まれてしまうのです。ベテルギウスは現在、その一生の終わりに近づいていると考えられています。天文学者たちの観測によると、ベテルギウスの明るさは不規則に変化しており、2019年から2020年にかけては、通常よりも大幅に暗くなる現象が観測されました。この現象は、星の表面から放出された大量の塵が星の光を遮ったためだと考えられています。ベテルギウスはいずれ超新星爆発を起こすと予測されていますが、それがいつになるのかは正確にはわかりません。明日かもしれませんし、10万年後かもしれません。もし超新星爆発が起きれば、地球からも昼間でも見えるほどの明るさで輝くでしょう。ただし、640光年という距離があるため、地球に危険が及ぶことはありません。夏の夜空に赤く輝くサソリ座の一等星、アンタレスも巨大な超巨星の一つです。その名前はアンチ・アレス、つまり火星に対抗するものという意味で、火星のような赤い色をしていることに由来します。アンタレスは地球から約550光年の距離にあり、直径は太陽の約700倍もあります。アンタレスには晩星と呼ばれる連れの星があり、2つの星が互いの周りを回る連星系を形成しています。主星のアンタレスが赤色超巨星であるのに対し、晩星は青白く輝く高温の星です。この対照的な色合いが望遠鏡で観測すると非常に美しく見えます。アンタレスの質量は太陽の約15倍から18倍程度と推定されています。これほどの質量を持つ星は、最終的には超新星爆発を起こし、中心部に中性子星やブラックホールを残すと考えられています。アンタレスも宇宙の時間スケールで見れば、間もなくその劇的な最後を迎えることになるでしょう。南半球の空に輝く龍骨座イータ星は非常に得意な星として知られています。この星は地球から約7500光年という遠い距離にありますが、それでも肉眼で見ることができます。龍骨座イータ星の質量は太陽の約100倍以上もあり、明るさは太陽の数百万倍にもなります。この星が特に興味深いのは、その不安定さです。19世紀には一時的に夜空で最も明るい星の一つとなりましたが、その後暗くなり、現在は肉眼でかろうじて見える程度の明るさです。天文学者たちの観測により、龍骨座イータ星は、実は2つの非常に大きな星が接近して回り合っている連星系であることが分かっています。この星系はホムンクルス星雲と呼ばれる独特の形をしたガスと塵の雲に囲まれています。この雲は1840年代の
大増光の際に星から大量に放出された物質が広がったものです。ホムンクルス星雲の形は砂時計のような対照的な構造をしており、星から噴出したガスのジェットによって形作られたと考えられています。硫骨座イータ星は非常に大きな質量を持つため、いつ超新星爆発を起こしてもおかしくない状態にあります。この爆発は通常の超新星よりもさらに激しい極超新星となる可能性があり、天文学者たちが注目している天体の一つです。ケフェウス座にあるガーネットスターは、その深い赤色から宝石のガーネットにちなんで名付けられました。正式な名称はケフェウス座冥星と言います。この星は地球から約5000光年の距離にあり、直径は太陽の約1000倍以上もあると推定されています。ガーネットスターは半規則型変更星と呼ばれるタイプの星で、その明るさが不規則に変化します。この変化は星の表面で起きている複雑な対流運動や星から放出されるガスと塵によるものと考えられています。星の表面温度は約3000度と比較的低く、これが深い赤色の原因となっています。もしガーネットスターを太陽系の中心に置いたとすると、その表面は土星の軌道を越えて天王星の軌道付近にまで達するでしょう。太陽系の惑星のうち、水星から土星までのすべてがこの巨大な星の内部に収まってしまうのです。ガーネットスターのような極超巨星は質量放出が非常に激しく、強力な恒星風によって大量の物質を宇宙空間に吹き飛ばしています。この放出された物質はやがて新しい星や惑星を形成する材料となります。このようにして宇宙では物質の循環が続いているのです。大犬座 VY 星はかつて知られている中で最も大きな星とされていました。地球から約3800光年の距離にあるこの星は直径が太陽の1420倍にも達するという推定がなされていました。しかし、その後の詳細な観測により、この推定値は見直され、現在では太陽の約1000倍から1500倍程度とされています。それでも VYCMA は依然として宇宙最大級の星の一つです。この星を太陽系の中心に置いたとすると、その表面は木星の軌道をはるかに超えて土星の軌道の近くにまで達します。VYCMA の質量は太陽の約17倍程度と推定されており、その密度が非常に低いことがわかります。VYCMA は非常に複雑な構造を持っています。星の周りには過去に放出された物質が複雑な形状の星雲を形成しており、その中には弧状の構造や結び目のような構造も見られます。これらの構造は星が不規則に物質を放出している証拠です。縦座 UY 星。この星は半規則型変更星で、その明るさは数ヶ月から数年の周期で変化します。表面温度は約3000度と低く、深い赤色に輝いています。VYCMA は、その巨大さと複雑さから、天文学者たちにとって、星の進化を理解する上で重要な研究対象となっています。現在、知られている中で、最も大きな星の有力候補の一つが、縦座 UY 星です。地球から約9500光年という遠い距離にあるこの星は、その測定の難しさから、正確なサイズについては議論がありますが、直径は太陽の約1700倍程度と推定されています。もし UISQT を太陽系の中心に置いたとすると、その表面は木星の軌道をはるかに超え、土星の軌道を超えて天王星の軌道近くにまで達する可能性があります。この星の体積は太陽の約50億倍にもなり、その中には太陽が50億個も入ってしまう計算になります。UISQT は脈動変更星と呼ばれるタイプの星で、星全体が膨張と収縮を繰り返しています。この脈動により、星の明るさは約740日の周期で変化します。
星が膨張するときには、表面積が大きくなって明るくなり、収縮するときには暗くなります。この脈動は、星の内部で起きている複雑な物理過程によって引き起こされています。UY-SQT の質量は太陽の約7倍から10倍程度と推定されており、その密度の低さが際立っています。星の外装部分は非常に希薄で、地球の大気よりもはるかに薄い密度しかありません。このような星の外装は宇宙空間へと流出し続けており、星は徐々にその質量を失っていきます。スティーブンソン218新たな巨大星。2018年に発表された研究により、スティーブンソン218という星が UY-SQT を上回る可能性のある巨大星として注目を集めました。この星はスティーブンソン2と呼ばれる3回星団の中にあり、地球から約19000光年の距離にあります。スティーブンソン218の正確なサイズはまだ議論の対象ですが、一部の推定では直径が太陽の約2150倍にも達するとされています。もしこの推定が正しければ、スティーブンソン218は現在知られている中で最も大きな星ということになります。ただし、遠距離にあるため観測が難しく、今後の研究により推定値が変わる可能性もあります。このような極超巨星は星の進化の最終段階にあり、間もなく超新星爆発を起こすと考えられています。爆発の際には星の外装部分が宇宙空間に吹き飛ばされ、中心部には中性子星やブラックホールが残されます。この過程で鉄よりも重い元素が合成され、宇宙空間にばらまかれます。なぜこれほど大きくなるのか、星がこれほど巨大になる理由は、その進化の過程にあります。大質量星は誕生時から太陽の数倍から数十倍もの質量を持っています。このような星の内部では、激しい核融合反応が進み、莫大なエネルギーが生み出されます。星の一生の大部分では、中心部で水素がヘリウムに変換される核融合反応が進んでいます。この段階では、核融合によって生み出されるエネルギーの圧力と、星自身の重力によって内側に向かう力がバランスを保っており、星は安定した大きさを保っています。これを静水圧平衡と呼びます。しかし、中心部の水素が使い果たされると、核融合反応は一時的に弱まります。すると、重力が勝って、星の中心部は収縮を始めます。この収縮により、中心部の温度と圧力が上がり、今度はヘリウムの核融合反応が始まります。この時、星の外装部分は逆に膨張を始めるのです。さらに進化が進むと、中心部では炭素や酸素、ネオン、マグネシウム、ケイ素といったより重い元素の核融合が次々と始まります。星の構造は中心から外側に向かって、鉄、ケイ素、酸素、炭素、ヘリウム、水素という層状の構造になります。これはまるで玉ねぎのような構造です。このような多段階の核融合が進む過程で、星の外装部分はどんどん膨張していきます。同時に表面温度は下がり、赤やオレンジ色に輝くようになります。こうして超巨星や極超巨星が誕生するのです。観測の難しさと測定の不確実性。宇宙最大の星を特定することは、実は非常に難しい課題です。その理由はいくつかあります。まず、これらの巨大星は地球から非常に遠い距離にあります。数千光年、場合によっては数万光年も離れた星を正確に観測することは容易ではありません。星までの距離が正確にわからなければ、その真の大きさも正確には測定できません。次に、これらの星は非常に明るいため、その光が周囲の物質を照らし、複雑な構造を作り出します。星の本体と
星の周りにあるガスや塵の雲とを区別することが難しい場合があります。どこまでが星本体で、どこからが星の周りの物質なのかという境界が曖昧なのです。さらに、これらの極超巨星は非常に不安定で、明るさや大きさが変化します。観測のタイミングによって測定値が大きく異なる可能性があります。また、星の形状も完全な球形ではなく、回転や脈動により歪んでいることがあります。加えて、これらの星は熱いガスと塵の雲に囲まれていることが多く、可視光での観測が困難です。そのため、赤外線など、より長い波長の光で観測する必要があります。しかし、赤外線観測では、星の正確なサイズを測定することが、さらに難しくなります。このような理由から、宇宙最大の星という称号は、新しい観測データが得られるたびに変わる可能性があります。現在の技術では、太陽の1000倍から2000倍程度の範囲に、いくつかの有力候補が存在するという状況です。巨大性の最後。これらの巨大な星々は、宇宙の時間スケールで見ると、非常に短い一生を終えます。中心部で鉄の核が形成されると、それ以上の核融合反応ではエネルギーを得ることができなくなります。鉄は原子核の中で最も安定した元素であり、鉄の核融合反応はエネルギーを生み出すのではなく、逆にエネルギーを消費してしまうからです。核融合反応が止まると、中心部を支えるエネルギーの圧力がなくなり、星の中心部は急激に崩壊を始めます。この崩壊は、光速の約4分の1という猛烈な速度で進みます。中心部が非常に高密度になると、陽子と電子が結合して中性子になり、中性子星と呼ばれる天体が形成されます。この崩壊の反動で外層部分が激しく吹き飛ばされます。これが超新星爆発です。超新星爆発のエネルギーは想像を絶するもので、数週間から数ヶ月の間、一つの星が銀河全体と同じくらいの明るさで輝きます。この爆発によって、星の内部で合成された重元素が宇宙空間にばらまかれ、次の世代の星や惑星の材料となります。特に質量が大きな星の場合、中心部の崩壊は中性子星の形成でも止まらず、さらに崩壊が進んでブラックホールが形成されることもあります。ブラックホールは重力があまりにも強いため、光でさえも脱出できない天体です。私たちとのつながり。これらの巨大な星々の物語は、実は私たち自身の物語でもあります。私たちの体を構成する元素、地球を構成する元素、そして私たちの周りにあるすべての物質は、かつて星の内部で作られたものだからです。ビッグバンの直後、宇宙には水素とヘリウム、そしてわずかなリチウムしか存在しませんでした。それ以外のすべての元素、炭素、窒素、酸素、カルシウム、鉄など私たちの体や地球を構成する元素は、すべて星の内部の核融合反応や超新星爆発で作られたものです。私たちの体の中の炭素原子は、かつて赤色巨星や超巨星の内部でヘリウムの核融合によって作られました。骨を構成するカルシウムや血液中の鉄は超新星爆発の際に合成されたものです。私たちは文字通り星のかけらでできているのです。巨大星が放出する物質は宇宙空間に広がり、やがて新しい星や惑星系の材料となります。太陽系も約46億年前にそれ以前の世代の星々が残した物質の雲から誕生しました。私たちが存在できるのは過去の無数の星々が一生を終え、その物質を宇宙に返してくれたおかげなのです。今後の発見。天文学の技術は日々進歩しており、今後さらに大きな星が発見される可能性もあります。2021年に打ち上げられたジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、赤外線での観測能力が非常に高く、
これまで観測が難しかった遠方の巨大星や塵に隠された星々を詳しく調べることができます。また、地上の大型望遠鏡も進化を続けています。補償光学と呼ばれる技術により、大気の揺らぎの影響を補正し、宇宙空間の望遠鏡に匹敵する鮮明な画像を得ることができるようになってきました。これらの新しい技術により、巨大星の詳細な構造やその進化の過程がより明らかになっていくでしょう。さらに、コンピュータシミュレーションの技術も向上しています。星の内部構造や進化の過程をスーパーコンピューターを使って詳細にシミュレートすることで、観測データをより深く理解できるようになってきました。理論と観測を組み合わせることで、巨大星の謎がさらに解明されていくことでしょう。宇宙の多様性と美しさ。宇宙最大の星々についての探求は、宇宙の驚くべき多様性と美しさを私たちに教えてくれます。私たちの太陽の1000倍以上もの大きさを持つ星が実際に存在するという事実は、宇宙のスケールの大きさと、そこで起きている現象の壮大さを実感させてくれます。同時に、これらの巨大星の研究は、星の進化や元素の起源、宇宙の歴史といった根本的な問いに答えるための手がかりを与えてくれます。一つ一つの星が、それぞれに独特の物語を持ち、宇宙の歴史の中で重要な役割を果たしているのです。夜空を見上げて星々を眺めるとき、私たちが見ているのは単なる光の点ではありません。それぞれの星は想像を絶する大きさとエネルギーを持つ壮大な宇宙の造形物です。そして、その中には私たちの太陽の何百倍、何千倍もの大きさを持つ驚異的な巨大星が含まれているのです。これらの星々は、今この瞬間も宇宙のどこかで輝き続けています。そして、いつの日か、その劇的な最後を迎え、次の世代の星々や惑星、そして、もしかしたら新しい生命への材料を提供するでしょう。宇宙は、このような星々の誕生と死のサイクルを通じて絶えず進化し続けているのです。宇宙最大の星についての探求はまだ終わりません。これからも新しい発見があり、私たちの理解は深まり続けるでしょう。しかし、すでに分かっていることだけでも、宇宙の壮大さと美しさ、そして私たちがその一部であるという事実に、深い感動を覚えずにはいられません。空を見上げ、そこに輝く星々に思いを馳せるとき、私たちは宇宙という偉大な劇場の観客であり、同時に出演者でもあるのです。夜空に瞬く無数の星々。その一つ一つが想像を絶する規模とエネルギーを持つ天体です。私たちの太陽でさえ宇宙全体から見れば平凡な構成に過ぎません。それでも太陽は地球に生命を育む光と熱を与え続けてきました。では、太陽の何百倍、何千倍もの大きさを持つ巨大な星々は宇宙にどのような影響を与えているのでしょうか。超巨大な星々は、その短くも激烈な生涯を通じて宇宙に重要な役割を果たしています。これらの星は、核融合によって水素をヘリウムに変え、さらに重い元素を次々と生成していきます。炭素、酸素、鉄、金、私たちの体を構成する元素、地球上のあらゆる物質を形作る元素の多くは、かつて星の中心部で作られたものなのです。そして、星がその障害を終えるとき、超新星爆発という壮大な現象を起こし、これらの元素を宇宙空間に撒き散らします。こうして放出された物質は、やがて新しい星や惑星の材料となります。私たちの太陽系も、遠い昔に死んだ星々の残骸から生まれました。つまり、私たちの存在そのものが、星々の生と死のサイクルの産物なのです。私たちは星屑でできているという詩的な表現は、
科学的な真実でもあります。孤独ではない、つながっている、そんな不思議な親近感を星々は私たちに与えてくれるのです。ここからは愛と癒しのソルフェジオ周波数でゆっくりお休みください。最近夜中に何度も目が覚める、熟睡できていない、そんなお悩みはありませんか？40代から60代になるとストレスやホルモンバランスの変化で眠りが浅くなりがちです。この睡眠サプリは心と体を優しく整え、深く穏やかな眠りへと導きます。毎日の眠りを整えることが健康と若々しさを守る第一歩です。詳しくは概要欄のリンクをチェックしてくださいね。